Designer Hub. はい。では後半カンヌの話をちょっといろいろ聞こうかなと思うんですけれども、はい。カンヌはあれだよね、最後から2番目に行ったぐらいなんだ。そうですね。ちょっとその辺予定がごちゃごちゃしてて、もうカンヌの時はみんなと合流してるって感じ。そうみんなと合流、カンヌで合流した。カンヌはそのカンヌライオンズを行くっていう目的だったんだっけ。ただそのモノポさんがもう何年も行ってる。で僕たち別にサイドイベントというかサテライトイベントというか、その開催期間中にもカンヌ全体がイベント会場というか、こうやって Adobe Max とかああいう他のカンファレンスでもそうだと思うんですけど、もう街全体で同時多発的にサテライトイベントみたいなのが起きるわけですよ。でそれの企画に参加したっていう、モノポ×ハイカードで大きいエアビを借りて、でそこで音楽音出して料理振る舞って、みんな来てねみたいな、いろいろ機材のトラブルがあって音は出せなかったんですけど、でもいろんな人が来てくれて、なんでそのメインのカンファレンスみたいなものに僕たちは参加はしてないんですよ。会場の中に入ってるわけじゃない。それもなんかめっちゃ高いらしいですよ、チケット。そうだよね。いくら4、50万もうちょいみたいな感じ。もっとって言ってたかな。日本の企業とかも参加して、あれだよね、賞もらったりとかしてんだよね。なんかその昔はその広告、CM とかのあれがメインでなんか花形ってイメージがあったけど、今はもうアプリとかウェブサイトみたいなそれもあんのかな。バリエーションはすごい広がってるみたいで、ちょっとね具体的な名前は分かんないですけど、そのメディアごとにこう映像なら映像、アプリならアプリとかっていうよりかはこう、もうちょっとこれはこっちにも入るけどこっちにも入るよねみたいな二重で応募できたりとかっていうような、割とやんわりした区分で分けられてるみたい。ちょっとねその辺の詳細は分からないので、何も言えないんですけど、でも、ね、そのカンヌの歴史もやりたいんですよね、今後。広告業界の起こりの話にもつながってくるし、もともとはカンヌ国際映画祭と一緒というか、あれから分かれたらしいんですよね。女優とかね出てるやつでしょ。そうだからもともとは映画の合間に流れる広告とか、なんかそういうものを取り扱っていたそうなんですねらしく、もともとは同じイベントで、でそれがどんどんこう広告というものが多様化してきたりとか、っていうタイミングで分かれたらしい。これは日本人のイベントじゃないので、もう全もう世界だから広告業界のオリンピックですよね。そうだね。これ取ったらもうね仕事たくさん来たりとかするんだろうね。そう、いいね。ヤングカンヌとかがそれで若い人たち、アンダー30の人たちだけしか応募できないヤングカンヌっていう枠があるんですけど、そことかは広告代理店の若手たちからするともう登竜門みたいな、ことになってるみたいですよ。ハイカードもね、みんな30より下の人多いからやってもいいと思うね。竹とか出すって言ってたけど、モノポも若い人たちはみんな出したりしてるみたいですね。出したら行かないといけないな。ノミネートされたら行くの？みたいな感じだったと思います。基本オンラインでね、みんな普通に応募できるから。そうだよね。でヤングカンヌはそのお題が出されて、それに対してこう短い期間で何かしらを作りで出すっていう形式みたいですけどね。ハッカソンみたいな感じ。別に会場があるわけではないけど、普通に応募企画みたいな感じ。カンヌのその街とかはどうだった？めちゃくちゃ南仏、地中海に面してるので、なんていうのかな、イメージとしてはだからナポリとか、ナポリはちょっとあれもうちょい綺麗ですけど、マルセイユとか、ニースとか、なんか石で積まれて階段があるみたいな感じなのかな。そこまでではなんかああいう白い石があってみたいなギリシャみたいなのではなくて、ただ石畳があり、ビーチがあり、山じゃないけど、ある程度こう斜面があって、階段も街の中には多い、で海産物がたくさんあって、いいね。すごくセレブな
空間。あ、セレブなんだ。割といわゆるこうハワイとかバリみたいな、ああいうリゾートではないけれども、なんだろう、ああいうハワイとかバリとかってもう自然があってみたいな、そういうヨーロッパだったりアメリカみたいなところじゃない場所っていう前提で作られてるじゃないですか。そうだね、なんかバリだったらちょっとこうエキゾチックなさ、雰囲気を感じるように作られてるじゃないですか。だからもうまさにもうああいうカンヌとかはヨーロッパの、だから日本でいう沖縄みたいな、例え正しいのか分かんないけど、リゾートといえばここだろうみたいな、なんかそういう雰囲気ですよ。そうなんですね。だから割とこう、上品な、貴族まではいかないけど、ちょっとセレブリティがあるような人たちとか、こう家族とかが昼間からこうキンキンに冷えたロゼで乾杯してますみたいなやつ。いいね、そういう雰囲気。地中海聞くとなんかもうパスタのイメージが。まあね、イタリアとかそうですよね。フランスとは言っても、こうイタリアの近くなんですよね。北の方もイタリアとすごく地域的に近いから、割とそういう食文化も北イタリアの方とは多分似通ったものもあるんだと思います。パスタ料理も全然普通にあるし。食べたパスタなんか食べた。お店でめちゃくちゃ美味しかった。美味しいんだ。最高でしたね。日本より美味しいんだよね。もちろん。別物ではないんだけども、本場に近い、その日本人みんながこの味好きじゃないかもしれないけど、だからこう560の人からしたらちょっと重たいかなみたいなぐらいのオリーブオイル量だし、イタリアンパセリも死ぬほど入れるしみたいな。お腹空いてきた。パスタ食べたい。めっちゃ美味しかった。タコのトマトソース食べたんだけどね、それがすごい美味しくて、でも総じていい街でした。その直前にね、僕パリとロンドンに行ってたんですよ。でロンドンさ、ウィリアム・モリスの時もさ汚かったみたいな話をしたんだけども、パリもパリで、なんていうのかな、すごい華やかではあるし、僕も本当に3日4日とかしかいなかったから、それこそ、ね、全部を知ることはもちろん不可能だし、かなり偏った地域しか見ていないんだけれども、割と無造作に街を歩き回ったわけですよ。特にね、パリとかは一歩入ればここアフリカですかみたいなぐらい、経済圏が違うみたいな、黒人街というかね、あるんだ。その店も違うんですよ。店も違う。なんて店の種類が多い、そこにある店の種類が違う。だからこう襟付きの、だからね、スーツとかジャケット着てレストランがあって、こう向こうのレストランってなんていうんですかね、こうあったかい季節だともう道にテーブルがバーって出て、ああいうのなんていうのか知らないんですけど、オープンテラスみたいな感じですかね。でもうそこで通行人のもう真横とかでご飯食べるわけですけれども、スーパーもスーパーですごく現代らしいスーパーがあるけれども、ちょっと道 2,3 本入るだけで、なんかこれは何を売ってるんだろうみたいな、なんかよくこうさ、海外旅行の番組とかで虫が売ってたりとかするじゃないですか。なんか食べれる虫とか、なんかこのフルーツ何とか、この干し肉何みたいな、なんかああいうこれ何みたいなものがずらーって並んでて、でそこにもうなんでなのか分かんないけどぎゅうぎゅうに人が入って、なんかセールでもやってんのかな、分かんないんだけど、取り合いしてるとか。そうなんだ。そう、なんか大量に布がというかもう古着なのかな、が積まれてて、それをこう編み直すのか何なのか、そこからこうミシンで、ミシン8台ぐらい並んでて、おばちゃんがめちゃくちゃ大量に何かしらの加工をしていて、それが店先でこう売られているみたいなとか、なんかもう全然その経済圏が違うような、それをなんだろう、ふらふら歩いてるだけで感じれるみたいな、カオスだね。そう、カオスさがあって、だからルーブル美術館とか僕行ってないんですけど、そういう裏道をひたすら歩いてた。めっちゃ面白い。ちょっと怖いなみたいな。それこそ、割と敏感に、周囲の違和感とか空気感に敏感に動かないと何があるか分かんないから、ちょっと身の危険を感じるようなエリアにも片足突っ込んでたかもなみたいな感じではあった。でそういうところに行った後だったんで、もう金持ちしかいませんみたいなエリアなわけですよ。でも路地裏変な暗い感じもないんだ。まあちょっとチンピラじゃないけど柄の悪そうな人はいたし、僕も財布パクられたし。カンヌだっけ？カンヌそっか。そう
あれだって家まで入ってきたんでしょ。そうそうそう、エアビーの中に入ってきちゃって、最終日チェックアウトする日だったんですよね、鍵がそんなさオートロックとかじゃないから、早朝に出ていく組がいて、その人たちが出てった後鍵閉めらんないじゃないですか、で僕らも最終日だから死んでてもうぐたーって寝てて、多分その間に誰かが入ってきて、僕の枕元にあったサコッシュを漁り、現金だけ取られてたっていう。カード無事だったんだっけ。いやカードも結局情報抜かれてて、すげえな。そうなんでそれはすごい大変だったんですけど、拳銃とかはあんのカンヌって。拳銃、フランスってどうなんですかね。どうなんだろうなって。いやだから、殺されなくてよかったなと思って。まあでも全然持ってる人は持ってるんじゃないですか、カンヌだからとかではなく、カンヌとかは多分ない方だと思いますけど、どうなんだろうね。そのアメリカほど銃社会じゃないとは思いますけど、悪い人は持ってそうね。比べるとやっぱさ、俺はそういうところが怖いなと思ってさ。いや怖いですよ、本当に。なんか日本ってさ、怖い人いっぱいいるしさ、何かしら犯罪に巻き込まれても絶対履歴は終えるじゃない、何があっても見つかるじゃない大体、でもここはもうそういうものがないって思ってるからさ、もう見つかりませんでしたとか、もうすぐ殺されるとかもあるだろうし。そうだよね。夜は本当にもう出歩かないようにしてましたね。一人だし別に出る用事もそんなないしみたいな、まあね。でもね、慣れたら夜は夜で楽しそうだよなと思ってカンヌとかは、まあね、だからちょっとね、カンヌはカンヌで良かったんですけどもね、やっぱ他の都市で考えさせられることがかなりありましたね。あ、そうなんですね。カンヌ以外の話する？カンヌ以外、カンヌ逆にもうあれですか？いや俺はねずっとねアムステルダムの話聞きたい。アムステルダムの話全然。アムステルダムはなんかなんで行ったの？アムステルダム。アムステルダムはもともとそれこそ岡田さんとその佐々木さんモノポの代表2人がイベントになんか登壇するみたいな話があって、でそこにハイカードチームを呼ばれて、じゃあ参加するかって言って飛行機取ったんですけど、そのイベントがなくなっちゃって、そうなんで結局僕らだけ行くっていうことにはなっちゃいましたね。もうでも最後の方僕も元気がなさすぎて疲れちゃう。そう2ヶ月半の一番最後だったんですよ。そっか。でなんかあの辺行ってみたい街がいっぱいあったんですよ、ロッテルダムとかライデンとか、ですごい海が近くて、綺麗なところだよっていうのはなんかねオランダ行ったことある人から聞いてたし、こう歴史的にもさオランダって暑いから、僕はもうちょっと回りたかったんですけど、全然ダメでした。そうなんだ。ずっと寝てた。アムステルダムって言ったらやっぱさ、その、建築って言ってもそのさクラブとかさ、美術館とかそういうそれがすごいさもう華やかで素敵っていう、かっこいいっていう感じかな。プール付きのクラブもあったりとかね、し、そういうのもあるのと、世界一遊べる国ってそうですね。なんだでもめちゃくちゃね人が優しかったですね。あ、そうなんだ。一番優しかったです。バキバキにねイケイケな感じかと思ってた。いやなんか親日なのもあるのかもしんないし、たまたまいい人と会ったのかもしんないけど、明らかに他の国とかエリアの人と比べてめちゃくちゃ優しかった。そうなんだ。なんかもう明日も待ってるからねみたいな、フレンドリーさ、お店の人がで日本語なんかめっちゃ覚えてるしみたいな、よくわかんない、やっぱ怖くてさ、無法地帯になってるんじゃないって思ってる人多いと思うんだけどさ、めちゃめちゃみんな優しくてさ、なんか初めて大丈夫とかっていうのを男で言ってもおじさんとかもうお姉さんとか普通に声かけてくれる、中にはこうガツガツしてる人もいるんだけど、っていうのを今の話聞いて思い出した。アムステルダムもやっぱそういう国だからさ。でもなんかあるんじゃないですかね、そのオープンなこう文化圏だからこそ、そういう歩み寄りだったりとか大事になってくるから、どうなんだろうね、ちょっとあんまり遊び尽くせなかったですけどね、アムステルダムは。なんか総じていろいろレオグ行ったけど、なんか住むならどこがいいとかってある？国住むならか、ちょっとね物価の問題もあるんですけど、やっぱスイスは良かったですね。ジュネーブかなり僕はいいですね。国際都市で、国連のねヨーロッパのあれもあってみたいな、
また物価めちゃくちゃ高いんで、そうだよねもうちゃんと向こうで稼ぎがないとかなり辛い暮らしになっちゃいそうですね。旅行に行くならどうなんだろう、それもみんなで行くのか一人なのかっていうのはあるけど、でもおすすめしたいのは、スイスが良かったんですよ僕的にそうなんだ。スイスの自然の方めちゃくちゃおすすめです。水曜どうでしょう、見てもらえば分かんないけど、真逆でスイスがもうとてつもなく辛い期間だったっていう。なんでなんかみんななんかね、物がなさすぎる。いやその時2000年ぐらいだったからっていうのもあるのかな。なるほど。私もうひたすらもうだから日本でさ、車でさ100キロって言ったらもうさ、その間に絶対何かしらあるじゃない、普通に、でも100キロ何もない、高速道路って走ってるとこもあるだろうけど、私降りたところでも山ともう草としかないっていうので、なんかメンバーがもうイライラして喧嘩して、悲惨なでもそれはあると思う、全然時間だったって言ったから。でも俺は結構静かなところで一人が好きだから、話聞いてちょっとスイスいいだろうな。めっちゃおすすめ。今ジュネーブって言ったんだけど、住むならやっぱベルンが一番僕はいいですね。一応首都なんですけど、よくあるこうワシントン DC みたいな、感じで、別に一番栄えてるとかってわけではないみたいな。でもいいね。今パソコンでバーッと見てんだけど、めちゃくちゃいい。もう川が綺麗、すっごい綺麗で、もうテムズ川と大違いですよ、本当に。でも街並みがねすごいね。アインシュタインのお家あったよ。ちょっといいな。ベルンで働きながら相対性理論を考えたらしいです。すごいね、すごいはかどりそうだなっていう街だった。ね、なんか黙々となんかやるんだったらいいなと思ってさ、ちょっとね、ちょっとね寂しくなっちゃうとは思いますけどね。向こうで友達作ればいいんだけどね。でもね、その総じて、もちろん行く前から、ヨーロッパって全然違うなとは、日本という国ともそうだし、他の英語圏の国々とも、ヨーロッパっていうその地域は全然別物なんだろうなっていうのは、思ってはいたんですよ。やっぱ行ってみると違いすぎて、ハードル余裕で超えてきて本当に驚いたっていう。だからそう言ってないつもまさにこれをどうやって伝えればいいのかって分かんないんですけど、なんか最近僕が行ってた、いわゆる欧米の文化圏ってオーストラリアとハワイとニューヨークとサンフランシスコとこの辺なんですよ。で別にそれらの国々に歴史がないとは決して言えないんですけれども、もちろん歴史はあるんだけれども、やっぱさヨーロッパの大陸のさ、歴史ってめちゃくちゃ長いわけですよね。2000年以上あるわけじゃないですか。それでいうと、脈々とこう受け継がれてきた、流れの中で今ようやく、なんか EU っていう奇跡みたいな組織で連帯を組んでいるわけですよね、あの辺の地域って、100年前まで余裕で殺し合ってたわけじゃないですか。そうだよっていう場所に身を置いてみて、いろんな国を目で見て回ってっていうのをやった時に、日本も日本でさ、そのかなり独特な文化圏だと思うし、そのこれを海外の人が理解するのってめちゃくちゃ大変だと思うんですよ。で僕らも理解しきれてないじゃないですか。で僕は京都で生まれて、関西圏西日本の文化圏だし、やっぱりこう九州の方が東北に行くよりもなんとなくご飯の味とかも、こう話し方会話の組み上げ方とかも、僕は居心地がいいんですよね、みたいにやっぱ日本の中でも僕とかつもまさんでさえ全然分かってないのに、海外の人が日本のことを理解しようと思うのはとっても難しいことじゃないですか。そうですよね、なんか似たような感覚を僕はヨーロッパ行った時に思って、これ本当にキリがないなと。全然違うことは当たり前に分かっていたんだが、もうあまりにも違いすぎて、よくこんなに人間のこの文化とか、もっと言うと文明みたいなものってこんなに多様に存在しうるんだみたいなことをすごいもう感動したんですよ。なので言語が一緒でも違うみたいな、スイスのドイツ語圏のエリアとドイツのベルリンは全然違うわけですよ、当たり前に。言語は一緒なんですよ、で詳しい人曰くその言語も方言みたいに違うらしいんですけどね、スイスのドイツ語とドイツのドイツ語は、っていうのは僕は聞き取れないんですけれども、それも明らかに違うと。でなんかそれがねもっとイギリスとか
フランスとか、ドイツもそうですけど移民の問題とかもあったりとかしてブレグジットとかもあってみたいな、またね今国際情勢的にここからどうなるんだっていう大事な時期だと思うんですけども、なんかこれをじゃあハイカードはヨーロッパ進出してどうにかビジネスやっていこうとするのであれば、やっぱそれなりのこう意義というか大義がないと絶対途中で終わるなって、もう確信みたいな、それを確認しに行くための旅ではあったとは思うんですけど、もう想像よりもすごくこれ無理だなっていう感覚とても強い感覚に襲われて、ちょっとなんかね頭の中パンクしながら帰ってきたんですよ。最後の方あんま記憶なくて、だからそうなんだなんか、ね、インパクトが強すぎた。なんか竹とかからしたら、何お前自由にヨーロッパ行ってるくせにへばってんだよって話だと思うんですけど、ちょっと僕からすると頭の処理が追いつかないというかかなりいろいろ考えさせられて、改めて僕はちょっと日本で頑張ろうっていうのをすごく思えた期間だったんですよね。でさっき言ったデザイナーのかほちゃん連れてったわけなんですけれども、彼女とかはこうグローバルなものに興味があるし、うちの中国人のデザイナーのみどりさんも興味があると。でそういう人たちに対して僕たちがじゃあやってみたらっていう風に、機会を与えるじゃないけど一緒に、そういったもの方向に取り組んでいくっていうのは全然やっていいと思うし、むしろそういう僕以外の人間の何かこうエネルギーというか興味みたいなものを、そういう方向性のものと、僕のこう日本でやりたいこういうものづくりをこういう風にしていきたいみたいなものって全然バッティングしないし、むしろ海外に広げていくことで別の化学反応が起きるかもしれないって意味では、全然やっていきたいんですよ。そういうことをやるときに欧州で僕が旗振ってやってるかっていうと絶対違うなという確信、みたいな話です。そうなんですね、なんかもうヨーロッパっていう一つの国みたいな感じのイメージが強かったんで、俺は。中国がね、だってあんだけでかくて中国っていう一つの国ですからね。うちらも島国出身で特に超ハイパー日本人だからさ、俺は、でも想像はもうできないよね。いや本当にね、おじさんだしマジ想像を超えますよ何にも知らない僕ら、マジでやばい。僕ちょっとうわって思ったのがさ、じゃあ中国も、なんとなく中国って一括りに僕らしてますけど、あれ蓋開けてみたら、多分マジで全然違いますよね。そう多分5、6層ぐらいあるらしいよね。いやもっとありますよ多分。俺はその中国とロシアはちょっと興味ある、ロシアもねだし、ちょっと国ではないんだけど、北海道って結構それに似てるのがあるなと思ってて、東京だとさ、例えばだけどさ、足立区からさ、八王子行くって言ってさ、どんなにかかっても多分電車で1時間半とかで行けるわけ、なんだけど札幌のさ函館からさ、十勝に行くってなったら、十勝はやばいよね。8時間ぐらいかかる多分車とかで。そうですよね。だし下手したら端から端までもう1日ちょいぐらいかかるとこもあったりするじゃない、道のあるで、っていう感覚とさ、北海道の感覚と東京の感覚ってもう全然違うなと思ってて、それはそうですよね、そういうので感覚の違いと、その国大きいその敷地の中でどう、何がこう分けられてるかみたいなのはちょっと興味あるなって、本当なんかね、国境とかそのエリアの境界線だけで割とざっくり僕らは捉えがちだけども、蓋を開けてみると全然違う価値観の人たちが協力しながら住んでたり、対立しながら住んでたり、いろいろあるわけですよね。なんかそういうところを、軽視しちゃいますよね、全然意識しないと。国とか地域とか文化の見方みたいな、なんかそこをすごく意識させられたし、これからもそのあたりは変な見方をしちゃえるから、簡単にそうならないように強く意識していかないとなっていうのはかなり感じましたね。やっぱ一時情報見れてよかったなという。それは強いね。かなりやっぱそこからしか味わえないのはすごく感じた。バーッと話したけど、ヨーロッパの話、そうですね、どうだろう、今後またそれこそバウハウスとかやっていくので、いやだから今後のデザイナーハブのことを考えると、デザイナーハブ的に、舞台になる場所は結構洗ってきたので、パリもそうだしっていう意味では、いい旅だったなっていう、じゃあこんな感じでちょっとね雑談会でした。次回予告はでもこの間もしたけど、したか、柳宗悦やります、絶賛調べ中です。そうですね、かなり長くなるかもしれない。
末2週間ぐらいで仕上げんだよね。ウィリアム・モリスよりもたくさん情報が出てきちゃう分、どうまとめようかっていうのが難しいのと、魅力はあった？めちゃくちゃある。あ、本当？えぐい。じゃあいいね。マジでやばい、ので、なんか本当は15回ぐらい使ってやりたい。いや全然いいみたいな、ちょっとどうなってるか分かんないけど、これが放送される時には、頑張ります。はい。では番外編も終わりで今日もはいお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。失礼します。